本人が日常でよく使う言葉は何でしょう。トップ10をまとめてみました。これを覚えれば日本人との会話がもっと楽しくなるはず。1、こんにちは。こんにちははハローだけど夜に使っても OK な自由な挨拶。例えば昼過ぎに知り合いに会ってこんにちは、お昼何食べましたと言っても、夜にこんにちはと言っても誰も怒らない。実は万能な言葉。2、ありがとう。ありがとうはサンキューだけど感謝の大きさで言い方が変わる言葉。ありがとうだと軽く、ありがとうございますで超真剣。例えば誰かがドアを開けてくれたらありがとう。でも命を救われたら本当にありがとうございます。3、はい。はいはイエスだけどそれ以上に聞いてます、了解ですの意味もある。例えば先生が宿題やったと聞いたときにはいと答える。でも実際にやったかどうかは別の話。4、いいえ。いいえはノーだけど日本人はあまり直接使わないのが面白い。例えばコーヒーいると聞かれたとき、普通はいいえじゃなく大丈夫ですと遠回しに断る。5、すみません。すみませんはexcuse me、sorry、thank youのすべてをカバーする万能ワード。例えばバスで人にぶつかったらすみません。道を聞くときもすみません。さらには何かしてもらったときもすみませんで済む。日本語のスーパーワード。6、お疲れ様。お疲れ様はグッドジョブの意味で働いた人への敬意。でも面白いのは朝会社に来た瞬間からお疲れ様ということ。まだ仕事始めてないのに。7、どうぞ。どうぞはHere you goやPlease go aheadの意味。例えばレストランでメニューを渡すとき、どうぞと言ったり、ドアの前でどうぞお先にと譲るときにも使う。簡単だけど気配りが詰まった言葉。8、わかりました。わかりましたはunderstandだけど実際に理解してるかどうかは別問題。例えば先生が明日までにこの本読んでねと言ったとき、わかりましたと答えても家に帰ると忘れてることが多い。9、いいね。いいねはsounds goodやniceの意味で SNS でも大活躍。例えば友達が新しいカフェ行こうと言ったらいいねと答えると会話が弾む。ポジティブな空気感を作れる魔法の言葉。10、やばい。やばいはアメージング、ワオなど感情を爆発的に表現する言葉。例えばめちゃくちゃ美味しいお寿司を食べたとき、この寿司やばいと言えば伝わるし、地震が来たときもやばいで通じる。簡単な単語だけどいろいろな意味がある。これらの言葉を覚えれば日本人との会話はもちろん日常のあらゆるシーンを面白く乗り切れるはず。